にちは。なんと新しい家族が増えました。これはお迎えを決めた直後の動画なんですけど、こうやって立ってお手手を前で揃えて挨拶してくれたんです。お店には何回か通ってたんですけど、こうやって立って挨拶してくれるのは初めてだったので、すごく嬉しかったです。ですが、ここでトラブル発生です。お迎え日を1週間後に設定して、その日の夜早速ケージをネット注文したんですよね。そしたら思いのほか早く届くことが分かって、その日は夜遅かったので、翌日お店の方にお迎え日を早められないかっていう相談の電話をしたんですよ。そしたら店員さんが、お迎え日を早めることは可能なんですけど、ちょっとお話ししたいことがありまして、上のものを呼んできてもいいですかって言うんですよね。主も何話されるんだろうと思って、もうドキドキヒヤヒヤしたんですよ。で、代わってもらって話を聞いたら、どうやら事前の健康チェックで口の横に切り傷があるのが見つかったらしくて、で怪我をしているうちは心配だったり責任っていうのもあって、お迎えをすることは難しいですっていう説明をね受けました。でもう起きたことは仕方ないですし、お店の方もすごく丁寧に謝ってくれて、で怪我の状態も見て、また翌日電話しますっていう風にも言ってくれたので、一旦ねその日はそれで終わって、で翌日その電話が来たんですけど、怪我の状態がだいぶ良くなってきて、よく見たらわかるけど、もうパッと見だとわからないぐらいまでになりましたっていうね報告も来て、すごく安心したわけなんですけど、一応お迎え日は早めずに、一応その予定日よりも1日後の日付でお迎えをすることが決まりました。主もおちびに会いたかったですし、心配だったので、お迎え日が来る1週間の間もねお店に何回か行きました。ただここのお店、車か公共交通機関を使わないといけないところにあるので、1回目行った時はもう面会時間が終わってしまっていて会えなかったんですよね。なのでその翌日にですね、仕事が終わってから猛ダッシュで駆けつけて、なんとかギリギリ滑り込みセーフで出会えたっていう時の動画ですね。抱っこされてる間もおとなしくてめちゃくちゃ可愛いですよね。口の傷とかもこの時確認してみたんですけど、全然もうわからないぐらいで、説明を受けてもわかんないぐらいでした。なので無事そうですし、元気そうだからよかったなと思って、めちゃくちゃ安心しました。おめごたん、ぽよぽよだね。ぽよぽよだね。おめごたん。静かに目を閉じるじゃん。あー、お目目がなくなっちゃったよ、豆ごたん。いつくらいしてくれるの？ありがとね。豆ごたんね、新しい家族ができるよ。豆ごたん、お姉さんだ。
かわいいね。かわいいね。ピー、こんにちは。今おしゃべりする子だ。こっち向いて、こっち向いて。大きいね。ほんと2ヶ月君。大きいよ。将来有望なんじゃない？かわいい。かわ